沖野、関原、千住桜木とディープな街をいくつも歩いてきたが、今回は足立区の中でも柄の悪さで定評があった竹の塚だ。ブログ仲間でもトラブルに巻き込まれた人がいる竹の塚。そんな当駅周辺は少し前までこう言われていた。これぞ足立区と。さて、そういうことで重々しい導入になったが、東武伊勢崎線に乗って竹の塚駅にやってきた。2022年に新駅舎となり、地上駅時代とはガラッと変わりきれいになった。高架化された駅は見違えるようで、駅前もおしゃれに。昔の竹の塚しか知らない人が見たら面食らうんじゃないだろうか。駅構内にはこんなものもあった。冷凍・冷蔵のさまざまなメニューの自販機。これはいろいろ試したくなる。帰りに買って帰ろうかな。駅前東口ロータリーは、そう、この眺めこそ竹の塚駅前だ。ロータリーを団地が囲んでいる。団地1階の駅前名店街もまだ残っている。しかし、その先は更地になっているので、今後の再開発の対象エリアとなっているようだ。それにしても、駅周辺には団地が多い。こちら、駅南側にあった大踏切は、ついに高架化工事も完了。開かずの踏切で、保安係が操作していた手動式踏切。警備員が四六時中交代で見張りについていたものの、人身事故がたびたび起きていた。その大踏切がついに高架化されたのだ。足立区の歌舞伎町とも言われる竹の塚の歓楽街。夜は非常に危険な香りのするエリア。足立区は東京23区の中でも最もフィリピン人が多い地域として知られ、特に竹の塚駅周辺に集まっていると言われる。フィリピンパブを中心にフィリピン国旗を多く目にするのはそのためだ。
リトルマニラと呼ばれていたが、最近では経営者の高齢化と新型コロナウイルスの影響で激減したとの情報もあり、竹の塚名物フィリピン店舗の求人ポスター、ローマ字のアルバイトはあまり見られなくなった。代わりに増えているのが中国人で、ここ10年で倍増し、チャイナタウン化しているとの指摘がある。確かに竹の塚は中国の人も好きそうな街である。パチンコ屋がひしめく竹の塚。当地に旗艦店舗を持つ P アークは1円パチンコ、通称1パチを導入した店であり、生活保護や年金暮らしの人々が長時間遊べると評判だ。そこで竹の塚では団地妻による主婦売春なんて噂がまことしやかにささやかれ始めた。家計が破綻し、金の工面に困った主婦の家族に内緒でする売春が横行していると某雑誌で紹介されたことで、その手のマニアが竹の塚を目指してやってくるようになったという。真偽はともかく、駅近の伊勢崎線の線路沿いにはラブホテルが2軒並んでいた。北上し、保木間方面へ歩くと、また大規模な都営団地が出てきた。都営竹の塚7丁目アパートだ。一部建て替えなのか工事中。奥に見える赤白のボーダーは給水塔ではなく清掃工場の煙突だ。こうして見ると随分古そうだ。道の向こうに別の団地も見えてきた。もちろんあっちも行ってみる。都営西保木間4丁目アパートと
隣の清掃工場。これが東京の北の外れ。すぐ向こうは埼玉県となる。私もここまで来たのは初めてだ。嬉しいことに団地商店街を発見。現役の店がまだある。生きた昭和遺産だ。60年代から70年代のあの頃のままの空気が漂ってくるようだ。商店街を抜けるとポイントハウスと煙突が目の前。そして給水塔は別にちゃんと存在していた。こんなコンビネーションも珍しい。給水塔ファンは感激でしょう。そして団地の目の前、足立清掃工場だ。それにしても、なんとも寂しい雰囲気だ。建て替え予定があるのか、入り口をベニヤで閉鎖してある銃刀もある。先ほどの商店街の裏側。駅から結構歩くのだが、ここまで来た甲斐があった。この歩道橋からは、二つの団地と清掃工場の方まで見渡せる。では、駅方面へ戻ろう。
戻る途中、公園で懐かしいものを発見。遊具の近くで久しぶりの雨でできた水たまりで水浴びをする鳩を微笑ましく眺めていたら、あれは、この遊具、昔遊んでたやつだ。この不思議な乳房のようなチューブの遊具、ご存知の方もいるはずだ。私は埼玉の所沢にあった大英の屋上で遊んでいたと記憶している。いやー、これは懐かしい。ちょっと遊んでみたいが、壊したくないしな。駅西口も歩いておこう。駅前は整備されて随分と無難な風景になったものだ。こちら2015年に訪れた時の写真だが、以前の下町色が強い駅前風景も好きだったが、でもきっと住んでる人にとっては綺麗になってよかったと思う人の方が多いんでしょうね。商店街も元気そうだ。下町商店街と高層マンションのアンバランス。昭和の街並み、頑張ってほしい。このビル、装飾が面白くて好きなんだよな。側面は窓の周りが突き出ていて、正面は逆にへこんでいる。家具製造と卸のビルだそうだ。こちら側にも都営団地が並んでいる。おお、このキャッチコピーは元ネタはもちろんあの名曲でしょう。忘れてしまいたいことやってね。さあ最後はやはり神社へ。竹塚神社。天元年間に創建。
源頼義の本陣跡と伝えられている。歓楽街に異国の言葉が飛び交う路地。そしてそれらを包み込むような巨大な団地群。そんな竹の塚には海乾燥の町にはないむき出しのエネルギーが満ちていた。形を変えながら受け継がれる現代の下町人情が息づいていた。